電動昇降トリマーテーブルを作ってみた。3。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。これから基板を組み立てていきます。ステッピングモーターと4芯付属ケーブルです。基板のこの部分に QI コネクターで接続します。メイン基板です。レギュレーターと XH コネクターが見えます。その上に NE555 基板を配置します。丸いのはスペーサーです。ステッピングドライバー A4988 です。ソケットで取り付けます。これは電解コンデンサー100マイクロファラッドです。このような配置になります。LED 基板です。手元スイッチに配置します。高知製の手元スイッチボックスです。 LED3 個とスイッチ4個、押しボタン1個を配置します。このような配置で取り付けます。残りの基板は予備として1個作り、あとはストックです。レギュレーターの電圧調整。レギュレーター回路を組みましたので出力電圧を調整しておきます。今やらないと NE555 の下になるので調整できなくなるからです。コネクター経由で簡易に電源をつなぎます。現在 11.45V です。精密ドライバーで半固定抵抗を回します。動きがシビアです。5.27V です。このくらいにしておきます。 DC アダプターです。電源容量は 12V3A です。モーターが 0.4A パー走なので十分です。基板とケーブルのセッティング。一通り回路を組み上げました。ケーブルは XH コネクターをつけています。このケースに収容します。ホコリが舞うので密閉型です。基板とケーブルを入れます。基板のクリアは 1mm です。ケーブルを入れ出します。ケーブル端には細切りのテープを巻いてテンションを防止しています。手元スイッチに行くコネクターです。10芯ケーブルですが、ブルーは余り線で緑はグランドです。
リミットケーブルです。これも同様に入れます。リミットスイッチです。小さいので位置調整に手間がかかりそうです。同じようにテンションを防止します。リミットコネクターです。ここにつなぎます。手元スイッチへの受信ケーブルコネクターです。これでこちら側の準備は完了しました。ステッピングモーターは余ったベーク板に固定して床材に留めます。QI コネクターは外して線を通し、また取り付けます。ここにつなぎます。図面上ではここになります。予備基板です。ユニットとともにストックします。ドライバー A4988 です。あとはこれとコネクターの差し込みのみです。QI コネクターの外し方。 QI コネクターを精密ドライバーで外します。簡単です。この部分に差し込んでベロを浮かせると外れます。こんな感じです。一旦外してケースに通線後再度差し込みます。外れました。何回もやっているとベロが壊れます。3回くらいにしましょう。手元スイッチの組み込み。さてこれから手元スイッチを組み込んでいきます。スイッチと押しボタンを取り付けます。組み上がりました。スイッチをはめ込むだけなので簡単です。LED 基板の取り付け。 LED 基板を取り付けます。これで概略ができました。側板に取り付けるコンセントです。基板からのケーブルはここを通ります。アダプター線はフェライトコアのために切断して再度接続します。ケーブルは内部からコンセントボックスを経由して外に出ていきます。VREF の設定。これから A4988 のデータシートに従って VREF を設定します。リミット線を短絡しておきます。
半固定抵抗とグランド間の電圧を今回は 0.45V に設定します。他のところに触らないように注意深く行います。データシートから計算した値は 0.453V です。この基板もシビアでなかなか値を目標値に持っていけません。0.457V です。これくらいにしておきます。電圧調整が終わったので A4988 にヒートシンクを取り付けます。コネクターをつなぎます。NE555 のジャンパーピンをデフォルトでは一番左ですが一つ移動します。NE555 の周波数設定。 NE555 の周波数を設定します。プローブをショートしないように取り付けてから電源を入れます。電源が入りました。オシロスコープのカップルスイッチを DC の位置にします。現在 611Hz あたりを示しています。ボリュームを回して調整します。これもシビアです。ちょっと回すと大きく変わります。600Hz 中ほどで触れています。計算では 666.7Hz ですが、このくらいにします。ステッピングモーターの試験。回路が組み上がっているのでステッピングモーターの試験を行います。メインスイッチは上が上昇、下が下降です。
スイッチ1を押すと2分の1、スイッチ2で4分の1、スイッチ1と2で8分の1、全部で16分の1です。スイッチ1から3すべてオフで全速です。緑押しボタンはリミットスイッチが働いた時の解除用です。これで正常動作が確認されましたので、配線も正常に接続されています。精選して蓋をします。もう一度。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。次はフェンスの組み立てに進みます。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。